よーく振らないと、まず右側のオーブンの方から、こちらはおすすめです。お野菜との相性も良いです。スイートポテトに甘辛炒めです。珍しくハマりました。ごきげんよう、あすママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。チョコココ&フルーツナッツブレッド、1180円です。ベーカリーコーナーの新商品です。チョコココにはチョコチップとココナッツ加工品。フルーツナッツブレッドにはドライパパイヤとバナナとカシューナッツが入っています。加工日は今日、消費期限は10月9日なので加工日含めて3日です。フルーツナッツブレッドの長辺は15センチ、短辺は12センチくらいです。チョコココは13センチのひし形ですかね。ハード系なので薄めに切りました。フルーツナッツブレッドは過去にも登場しているので目新しさはありませんが、チョコココの方はココナッツ入りですし、アーティザンブレッドでココア味はコストコでは珍しいです。どちらもクリスマスを意識したルックスかなと思いますが、まだ早いかな。フルーツナッツブレッドはバナナとカシューナッツ、ドライパパイヤがたっぷりでカラフルで綺麗です。チョコココはチョコチップとこの白い部分がココナッツです。どちらも菓子パンっぽさはありますけれども甘いパンでもないので食事にも合います。そのままでもクリームチーズなどを塗っても美味しいです。ドール 100% パイナップルジュース24本2198円から400円オフです。こういうのって結構汚れてますよね。へこんでるものも多かったのでなるべく綺麗なのを選んできました。1本あたりは 74.9 円。原産国はフィリピン。賞味期限は2024年の7月なので購入日から約1年10ヶ月ですね。240ml 入りで121キロカロリーです。よーく振らないと下の方に繊維っぽいザラザラが残ります。優しい甘さで美味しいです。日本ハムシャウスライス 250g 入りが3パック1080円です。シャウエッセンと同じくそのままでも焼いても食べられます。製造は茨城県。賞味期限は10月28日です。購入日から約3週間です。蓋は開封してもまた閉じることができる親切設計です。16枚入ってました。直径は 93.5 ミリ、厚さは2ミリです。ハムと同じようにパンに挟むだけでも OK。そのままだと油っぽさを感じますが、お野菜と合わせると美味しいです。焼く場合は油を引かずに片面1分ずつとのことですが、ハムエッグにするには1分では短いですね。弱火でじっくり焼きました。我が家は焼いた方が好評でした。チョコレートファッジ1378円です。アップルシナモンクランブルのポッツ&コーの新商品です。1個あたりは 344.5 円。これも容器はリユースできます。植木鉢みたいですけれども穴は開いてないです。なんか水をあげたら芽が出てきそうですけれどもケーキです。原産国はイギリス。賞味期限は11月10日なので購入日から約1ヶ月ですね。加熱方法は2パターン。170度に予熱したオーブンで15分とレンジで1分です。まず右側のオーブンの方から、ココア生地はサクッとしてとろっとしたチョコソースとの組み合わせがとても良いです。レンジの方はチョコソースが噴き出してしまいました。ココア生地は蒸したように柔らかです。マグカップでレンジで作るケーキのような食感です。小麦粉っぽさも感じるので私はいまいちです。オーブンの方が時間はかかりますがおすすめです。ただもうとにかく甘いです。
暖かいから余計に甘さが際立ってしまうのかもしれませんが、甘いです。1個あたりは500キロカロリー、とても高いですね。アップルシナモンクランブルもかなり甘かったので、このメーカーのは甘いのが特徴なのかもしれませんね。空き容器はこちらのと同様、ココットなどにも使えますし、キャンドルスタンドや植木鉢にもできるみたいですね。スタッキングもできます。もちろん食器洗い機も OK です。ラバッツァクオリタロッサコーヒー豆です。1kg 入り1898円です。コストコでは初めて見ましたが、イタリアではポピュラーなブランドで多目的なコーヒーだそうです。原産国はイタリアですが、豆の産地はブラジル、ベトナム、その他です。賞味期限は2024年の5月30日。購入日から約1年半は長いですね。ロブスタ種とアラビカ種の豆をブレンドし、香り高く滑らかでまろやかな味わいが特徴。カプチーノ、カフェラテなどミルクを使用したメニューにも最適な多目的なコーヒーだそうです。いかにもブレンドって感じで、豆の色はバラバラですね。油分も結構あります。ブラックで飲むとちょっと苦めですが、コクもしっかりあるので、ミルクを入れてもボケなくて美味しいです。今、カークランドシグネチャーのコーヒーがお高いので、コスパ的にもこちらはおすすめです。すぐに飲まない分は冷凍しておきます。コーヒーの解凍はゆっくりで、冷蔵庫で解凍。さらに常温に戻してから開封します。マリンフーズシーサラダ1088円から200円オフです。70g が6パック。1パックあたりは148円。イカ、カナダ産ホッキ貝、黒ミル貝、数の子をドレッシングで和えたもので軍艦巻きのネタですね。製造は三重県。賞味期限は10月28日。購入日から約3週間です。数の子の黄色い粒などでカラフルなので、軍艦巻きにしても映えますから、パーティーシーズンには助かります。キャベツとあえてコールスローなどお野菜との相性も良いです。宮崎県産のさつまいもひなたスイート 1.5kg 698円です。スリムなお芋さんが8本入っていました。小さいのは 173g、大きいのは 252g です。可愛らしい芽が出てますけれども、さつまいもの芽に毒はないそうです。簡単に炊飯器で蒸したものと、アルミホイルで包んでからオーブンで300度で40分焼いたものを食べ比べました。炊飯器の方は水を入れすぎちゃったせいかな、旨味が逃げちゃったかもしれません。オーブンの方は黄金色で見た目にもそそりますし、とろっとして甘いです。まあ想像通りの結果ですね。蒸した方は潰してスイートポテトにリメイクしました。こちらはさつまいもとレンコンときのことの甘辛炒めです。ハードバイトわさびランチ838円です。アボカド味なのかと思ったらアボカドオイル使用です。クリーミーランチドレッシングとわさびパウダー味のポテトチップスです。原産国はカナダ。賞味期限は来年の4月です。約半年ですね。ランチは昼食ではなく牧場の方です。アメリカの定番人気ドレッシング、クリーミーランチドレッシングのことだそうです。材料にわさびとは書いてませんが、香辛料というのがそれかな。かなりパンチがありますが、酸味もありとても美味しいです。わさびが苦手な娘が珍しくハマりました。今週のお酒はサントリー水ジンソーダ缶です。キャンペーンでいただいたのでコストコとは関係ないです。メニューはさつまいもとレンコンときのこの甘辛炒め、 USDA プライムビーフのみぞれポン酢、ハードバイトわさびランチ、シーサラダの軍艦巻きです。
毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。